呼んだ。最近某チャンネルで、カヨペリコ強盗のマルチでの解説をしてくれという話題が上がっておりましてね。確かになぜか YouTube に日本語の解説がないなと思いまして、そういや自分も結構現場叩き上げで覚えたなと思ったので、解説動画でもここは一つ作ってみようじゃないかという話でございます。需要のあるところにはホイホイ現れるよね。あとなんですかこの映像。偵察で炸裂弾で遊んでたらいい感じに撮れなくなりました。なんか変なところで持ってるよね。逆さまにしてもドアにちょうどいい感じに挟まれてるのは想定外でした。そろそろこのクリップが終わるので解説。もう終わっちゃったよ。相変わらずの計画的無計画。はい、ということで解説始めていきますよ。とりあえず屋敷に入るまでは倍速とさせていただきます。まあ、本当にこの辺は泳ぐだけですから失敗する要素はないと思います。で、今回のルートは安全性を重視しているため、敵をあまり倒しません。もちろんヘビーガンマンも倒さないので、キーカードとかゲートの鍵が出なかったらリセットする前提の方法となります。そこだけご理解くださいませ。ちなみに、小さい余談ですが、鉄格子は切る場所より内側の縦の棒を切るようにすると可動ダブルキルできて若干時短になります。まあ RTA ではコサとか使わないから意味あるのかは謎。エリートチャレンジ的にもやらなくても余裕あるしね。もはや見慣れた光景。ということで、行動可能になったらまずはそのまま北の倉庫横の警備員をヘッドショット。これはシンプルにキーカード出すための場数を増やしてるだけです。なかったのでそのまま地下室上のオフィスの方まで向かいましょう。帽子が言っている忍者ルートに近いけど、屋根には登らないといった感じ。そしたら目の前にいる2人の警備員をヘッドショット。この時、矢印の位置に警備員がいるケースがたまにあって撃ち飛ばれることあるから注意。そして今回はラッキーなことにキーカードが出たね。確かここまでに出ないとリセットのはず。ケチがらい。で、この先に登場する警備は倒さずにいなくなるのを待ちます。こいつ倒すとメインターゲット入手後に増える警備にバレるので待ちます。主流なルートはもっと別だと思うんだけど、万全を期すために待ちます。非常に暇です。立ち去ったら、戻ってくる前にさっさと通っちゃいましょう。案外距離が近くてもバレないので突っ切ろう。そしたら映像のあたりを通って、オフィスの入り口の階段の前の警備にヘッドショット。微妙にもたついている過去の自分に腹が立つ。あるある。地下室の鍵は出ずか。最悪キーカードだけでもなんとかなるけど、地下室の鍵があった方が安定するしないルートは難しいのでリセット推奨だよ。で、この先の警備員は武器を構えて殴りで倒してください。銃でヘッドショットするとなぜか高さを貫通して下の警備に音が聞こえる可能性があるので絶対に殴ってください。あと、もう少し近い距離で待機してもいいけどね。安全取るならこの位置でいいと思う。お、ゲートの鍵が出ましたね。これでだいぶサブターゲットの回収が楽になる。オフィスの中は隠し金庫とキーカードを回収するだけですからまあご存知でしょう。やらかしたことはないけど、隠し金庫の拳銃を拾うの普通に妨害要素だよな。ということで、金銭は回収できたので、屋敷を出ます。ゲートの鍵が出てない場合もサブから取った方がいいから出るのがおすすめだよ。ということで、サブターゲットの回収に向かいます。まずは、北の倉庫から、階段を降りたら、目の前のフェンスの元に飛び降ります。ヘビーガンマンの通り道だから、気づかれないように注意してね。で、ここの脇道を通ります。ここは 100% 安全だから助かる。北の倉庫への行き方は、ここからスタート地点まで来た道を戻るような形が一番安定するし安全だと思います。ちょいちょい警備がいるのでマップを見ながら安全に進もう。この先、自分は階段を降りてるけど、多分降りずに直進しても問題ないとは思います。降りた方が安全だと思うからビビリならこっちをおすすめするよ。あとは普通にキーカードを挿して、侵入するだけです。次は西の倉庫に向かいます。今回は南の倉庫には行かないけど、このルートの途中なので、フィーリングで覚えてね。おそらく一番難しいのは理解しているけど、何よりヘビーガンマンの通り道だから面倒なんだよね。倉庫に行く途中でゲートの鍵があると地下室からショートカットできて便利。あるとないとじゃ大違いなのでリセット可能ならこの方法を推奨するよ。ちなみに、ゲートを抜けた先もヘビーガンマンの巡回ルートなので、ミニマップで確認を忘れないようにしましょう。いなかったら全力で扉まで走っても案外なんとかなります。出るとき、目の前にヘビーガンマンがいるかもしれないので、慎重に扉を開けましょう。そしたらあとはメインターゲットを拾いに行きます。もう語ることは語り尽くしたので実質終わりなんだけど、最後まで一応見ていってね。ならここで終了してもいいのではと
思わなくもないのだが。動画時間短すぎると不安になる病気でね。本当にめんどくさい病気だね。ということで、お仲間もちょうど終わったくらいなのであとは脱出するだけですね。まあここからもみんな知ってるか。笑ってごまかすには無理がある。ちょうどヘビーガンマンがいたので若干安全をとっているけれど意味があったかはよくわからないです。で、ここをよじ登ったらあとは突っ切るだけ。地味に脱出までが一番発覚しやすいから面倒。ここから先はもうただただ走るだけなので適当に流します。人によってはバイクとか車とか回収する人もいますけど、下手な自分は事故を起こしやすいので徒歩で頑張ります。本当に下手だからどうしたものかと思ってしまうよね。あとは適当に泳ぐだけなんだけど、いまいちこれのクリア判定が一生わからずに困ってしまう。過去には判定にならないままマップ端までたどり着いて強制ワープしたことあったし、おそらく発覚してたから深さが足りなかったのかな、それとも深すぎたんかな。ということでクリアしました。個人的にはこれが一番安全だと思っているんだけど、運任せな要素も多くて安定しないのが悩みどころでもあります。まあ鍵さえ手に入ればエリート取れるからそういう意味ではいいんじゃないかな。ということで、以上、マルチでのカヨペリコ強盗、フィナーレ解説でした。それではまた次回の動画で、また電話するね。